ロンドンに到着しました。今回はですね、このザ・ウェストミンスターロンドンというホテルに宿泊します。1泊300ポンドぐらいする結構高級ホテルなんですけれど、今回友達がロンドンでこのホテルを取っていて、私の名前も追加してくれたということで宿泊させてもらえることになりました。最上階の1個下じゃん。ロンドン到着。結構良さげなホテルっぽいので楽しみですね。すでに友達はチェックイン済みなんですけど、今日はパリに出かけているのでその帰りを待ちたいと思います。ということでホテル紹介。トイレとシャワーが別でこんな感じ。そしてこっちがお風呂、シャワー。バスはないんだ。1泊300ポンドでもロンドンの中心地となるとこれぐらいの広さなのかなっていう感じです。部屋からの景色はこんな感じです。ホテルはウェストミンスターアビーのすぐ近くで、観光地ビッグベンとかもかなり近いので観光にはかなり便利なロケーションです。That's the Abbey? Okay, then this is the Palace of Westminster. Oh, okay. Yeah. Okay. 歩いてすぐビッグベンがありました。とりあえず朝食を食べようと思います。ここはどうかなって話になったんですけど、ちょっと朝からこれポッシュすぎて違う場所を探します。トラファルガー広場の方へ今は歩いています。ここがトラファルガー広場ですね。ここで朝食を食べようと思います。ちょっとしたカフェですね。結構中も可愛くておしゃれな感じ。レッドビーツが入ったフムスとアボカドとポーチドエッグがついたトーストとスムージーを頼みました。コベントガーデンのあたりをブラブラしています。この裏道がすごく可愛らしくて天気もいいのですごく綺麗ですね。コベントガーデンのあたりはすごいおしゃれなお店も多いし、歩いてて楽しいなっていう風に思います。こんな感じのおしゃれなお店にちょっと立ち寄ってウィンドウショッピングを楽しみます。大英図書館に立ち寄ってみました。その時々によってエキシビションをやってると思うんですけど、ギャラリーとかもあって面白そうです。キングスクロス駅にやってきました。9と4分の3番線のところがちらっと見に来たんですけど、ものすごい行列ですね。私が前来た時は2組ぐらいしか並んでなかったのでラッキーでした。キングスクロス駅の後ろにある運河のあたりに来ております。前からずっと来たかった本屋さんがこのあたりにあるので、それを目指して今日は歩いてきました。Okay, so this is the bookshop I wanted to come. This is the what? The bookshop. This is the bookshop. I know. 運河に停泊しているボートが本屋さんになっていて、外装も内装もものすごく可愛いです。乗り込むとこんな感じで船が動いてる音とかもして臨場感があります。売ってる本はそんなに特別なものではないんですけれど、雰囲気がすごくいいですね。アルケミストも売っています。一旦友達と解散して一人でブラブラしています。このキャノピーマーケットというところにやってきました。いろいろと食べ物屋さんが並んでいて活気あふれたマーケットになっています。このエリアは名前で言うと何ていうのか分かんないんですけど、グラナリースクエアの近くにあるレストランが並んだ通りにやってきました。日本のスパイスカレーのお店もあります。
チューブに乗ってまた友達と合流したいと思います。友達がジョー・マローンで買い物をしたいということでジョー・マローンにやってきました。友達がみんなアメリカ人の旅行客ご一行なのですごい爆買いするんですよね。それにつられて私もパフュームを購入しました。 Nice. イエーイ。友達とまた解散をして一人で街歩きをしていきたいと思います。今はチャイナタウンの方に向かっています。チャイナタウンを抜けていきたいと思います。ここですね、焼肉ライクが今回ちょっと行きたいなとずっと思っていたのでやってきました。ハラミとカルビと牛タンのセットで 14.95 ポンドという格安のセットです。久々の焼肉最高でした。ナショナルギャラリーとトラファルガー広場ですね。有名なライオンの銅像もあります。本日はロンドンの中心地ユーストン駅から電車で50分ぐらいのブレッジリーパークに向かっています。ブレッジリーパークはイミテーションゲームっていう映画を見た方ならご存知だと思うんですけれども、第二次世界大戦中にドイツの暗号機エニグマを解読する拠点となった場所です。駅もこじんまり。イミテーションゲームは実際の史実とはちょっと違うように作られているので、賛否両論あるんですけれども、私は映像作品としてはものすごく好きな作品です。中には実物のエニグマとかその解読に使われた機械とかが展示されています。なんか軽く公園みたいになってて綺麗。向こうもだってめっちゃなんかピクニックできるようなエリアがあって、エニグマ解読に多大な功績を残したアラン・チューリングの銅像もあります。日本の暗号解読とかもブレッジリーパークでは行われてたみたいです。公園内にはラジオセンターも入っていて、なんかこのものすごくマニアックなおじさんがですね、モールス信号について長々と説明をしてくれました。公園の奥の方に歩いていくとマンションがあって、当時暗号解読などに使われていたオフィスの様子を見て回ることができます。これはなんかイミテーションゲームの中で見た覚えがあるようなオフィスです。1日何回か無料のツアーもやっているので、それに参加してみました。その人が増えたからこのハットを建てたんですね。でも最初はマンションだけでやってたって、言うてでも180人もマンションで働けるかと思ったけど、映画の中で登場する解読機クリストファーを見に来ました。解読機の仕組みをいろんなところで説明してくれてるけど、見ても全然わかんない。クリスマスツリーみたい。パブの周りが全て聖火で装飾されているというパブにやってきました。この辺り一帯でもかなり際立っているビジュアルです。ロンドンの中心でありながら自然を感じられていいですね。中は結構カオスな感じで、所狭しと天井には装飾がされています。昼間から軽く一杯飲んでいきたいと思います。この内装はどうなんでしょうね。なんか花屋さんがものすごくおしゃれで可愛い。ノッティングヒルのエリアにあるポートベロロードマーケットに向かっております。ものすごい観光客がマーケットに向かっていますね。ジョージ・オーウェルだって。ジョージ・オーウェルが住んでた。ジョージ・オーウェルってこんなとこに家持ってたらさ、観光客鬱陶しすぎてしょうがないよね。ものすごい人混みなのでスリには気をつけたいところです。こんな感じでヴィンテージのものがいろいろと売っていたり、
食べ物屋さんが並んでいます。古着とかアンティークが好きな人にはおすすめです。かわいいし、美味しそう。おしゃれ。メインのマーケットストリートから一本裏の道でランチを食べたいと思います。アサイのお店にやってきました。小さなアサイカップとタピオカというブラジル料理を試してみました。タピオカクレープ的なハムチーズトーストみたいな感じなんですけど、タピオカ粉で作られてもちもちで美味しかったです。ノッティングヒルの恋人のブックショップがたまたま通りかかりました。ものすごい観光客。パエリアがめっちゃ美味しそう。マーケットをずっと通っていて、その後は運河沿いをひたすら歩いてパディントン駅の方向へ向かっていきます。運河沿いは歩いていてもすごくいろんな文化が見れて面白いです。リトルベニスという辺りに到着しました。水上カフェがあったり、サップをしている人たちもいたりして、天気もいいので気持ちが良さそうですね。リトルベニスをずっと歩いていくとパディントン駅の辺りなんですけれど、こんな感じで相変わらずボートのお店みたいのが並んでます。パディントン駅前の運河沿いにあるゲイルズベーカリーパディントンというお店にやってきました。ここでチャイラテを一杯飲んで休憩したいと思います。今回ずっと行きたかった水上本屋さんとブレッジリーパークに行けて大満足なんですけれど、どちらもすごくおすすめなのでぜひ行ってみてほしいなというふうに思います。